ちょっとこれすごいね。ジャンプできちゃうんだ。スペースを最大限にしてる感じがする。だいぶ余裕を感じる。全然違うね、確かに。やっぱハイルーフは広いね。ベッドはもう一段階進化できるんだよ。さっき人並んでたけどいなくなってるわ。やった。巨大餃子。いっぱいだわ。平打ちか。うどんみたいなんだよ。ちょっと汁を放出もういいや。給油が完了したということで、全飲みしてるじゃん。バチクソうまかった。名店です。甲州飯店。おお、着いた。いや、他にもね、めっちゃいろんな軽のキャンピングカーとかキャブコンとかめっちゃいろいろあんだけど、これ新潟雪国でしょ。これで加藤モーターは新潟にあって断熱のテストもできるんだよ。そうだ。夏40度冬マイナス10度になることあるよ。断熱に試行錯誤してるんだって。加藤モーターさんのキャンピングカー探索。これはね、ブルームーンっていうキャンピングカーだって。EX、ハイエースの一番大きいモデルのハイルーフのスーパーロングがベースで、さらにハイルーフの上に屋根を拡張してさらにハイルーフになってる。スーパーハイルーフに近い感じの高さだね。多分これ車内で建てると思う。前回の動画のリブを大きくしたイメージのモデルです。外装はね、もはやこれ普通のハイエースではないね。屋根がボコンってなってる。でこれね、屋根はねオプションらしい。スーパーハイルーフは、標準だと普通のハイルーフと同じ高さ。だ標準の場合は普通の見た目かもね。なんかここにとっこりがありますけど、なんだろう。換気口が横についてるね。これは後で見てみましょう。名前がブルームーンっていう名前。ワンスインアブルームーン。じゃあ運転席に海子が乗り込む。これキャラバンのハイルーフの時と一緒だろうな、乗った感じ。寸法がほぼ一緒なんだよ。運転席と助手席があって、その間にグルちゃんのグルちゃんスペースがあると。ある。これに関しては前回の動画のリブで詳しく見せてるから。リブと一緒だね。リブと一緒。センターコンソールも一緒だね。グルちゃんスペースとかね。お邪魔します。うわー、スライドドアステップが広いね。ここにこれついてんのいいね。これ標準じゃないよね。後付けっぽくね、これ。わかんない。もしかしたら標準かも。こう入ると。やっぱ広さが段違いだね。広い。今私が座ってるところが、助手席をね、これ前に出してバンって倒しただけなの。助手席を前に倒して、ここに座るクッション置いてあると。お尻パッドみたいのがあって、それをこうはめただけなんだけど、椅子を回転させたかのような感じになるのね。これ画期的だよね。画期的。しかもね、結構座り心地もいいんだよ。運転席助手席のスペースをリビングのスペースに組み込んじゃうっていうね、リビングの一部にできちゃうっていうのは画期的。ここもまあ座れるしね。いや、キャラバンの時もさ、こういうなんか回転できたらいいなってずっと思ってたんだけど、回転させるまでもなくこうすればできたんだよね、俺らも。ほんとなんかアイデア次第なんだなって思う。俺はキャラバン乗ってた時ただの物置にしてたからね、この辺。あれもったいなかったね。あれもったいなかった。でこれ使わない時はここにマジックテープがついてるんだけど、ここにペコってはめて、こういう感じで収納することもできる。でそしたら普通の運転モードにできると。そうでミドルルーフの時にはなかった運転席の頭上の収納が作られてる。本当だ。これハイルーフならではだね。滑り止めとかもなんかやったらいいと思うけどね。いろいろそうだね。今カーテンははまってないけど、ここにガーッとカーテンが来るような感じになるわけだね。立てる達夫が、天井に頭つくけど、ほぼ直立できる。俺172から3の間ぐらい。もしかしたら173かもしれない。からんて。でもすごいこれ。ちょっとこれすごいね。普通のハイエースのハイルーフより
やっぱ高いわ。高くなってる。天井が拡張してる分。グレードアップしてますね。うん。海子がどうなる？ちっちゃい海子ですら海子はそうなるよ。156センチ、うん、結構小柄な方なんだけど、うん、ああ全然ジャンプできちゃうんだ。すごいね。すごい。じゃあこのリビングスペース見ていこうか。取り外しできる感じのテーブルがありますね。うんうん。後ろにスライドできるのかな。なんか窮屈だと思ったらスライドできるわ。うん。これで結構足の空間が広くなるね。うん。あ、いいいい。なんかここが空きそうな雰囲気なんだけど。あ。でそこに右側にカウンターがあって、その一部が冷蔵庫の蓋になってると。エンゲルの冷蔵庫。沢藤電機さん。40リットル。俺のじいちゃんが働いてた会社。技術系で。上空きだとね、冷気が逃げないのがいいよね。うんうん。冷える。そう。あ、しかもね、これね、止まる。で上に押し上げるともう一回押すと閉まる。閉まったらここが調理台になると。なるんだね。このライトちょっと見覚えがあるんだけど、もしかしてああタッチのライトだ。これ全部そうなんだってね。全部そうなのかな。うん。ああ、すごい。確かにこれすごいかもね。これすごくない？だってここにつけたいよって時に見ていける。冷蔵庫の真上に物入れがあるね。結構広い。この収納もバカにならないよ。バカにならないよ。今観葉植物が置いてある。すごいいろいろ入る。こういうの1個あるだけで。でこれエアコンがドカーンとここにあるけど、家庭用だねこれ完全に。そうだね。冷えるし暖房としても使えると思う。確かに。まあどっちかっていうと電気がやっぱ限られるから、暖房は FF ヒーターがあった方がいい気がするけど、多分この辺にできんだろうな。灯油も意外と食わないもんね。そう FF ヒーターね、灯油とも食わないし、電気もそんな食わないから冷房これ使ったらもう相当冷えると思う。この車内全体が冷えると思う。この窓のところにもカーテンレールがついてるから、ここもねカーテンがつくんだと思うんだけど、この窓自体は純正のままのやつだな多分な。普通のガラスだよね、普通のね。に枠つけて、その周り断熱してあるのか、コーデュロイ生地みたいなやつ、モフモフの生地が貼ってある。リブと比べると、やっぱここのスペースが長くなってんだよ。ここの後ろの長さは一緒なんだよ。ベッドの長さ180から190ぐらい。もうリブの場合リビングスペースがあって、すぐもうこのベッドがあったっていう感じなんだけど、これは余裕でキッチンが入ってる。そうやっぱ長いんだね。120以上あるんじゃない？150はないか。こんな感じだよ。これは収納？あ、ここに何か上に置いて、それ収納だね。ここに何かトントントンって物を置いて、このままシューってみたいな。このエアコンの裏になんかそういう微妙なスペースがあって、それを生かしてるってことかな。もうね。でここコンセントと USB-A があるから、何かこう電気を使うようなケトルとかそういうのもここで使えるかな。でここにシンクがあって、これはシンクだね。あ、シンクだけだ。なんかね、多分オプションでガスコンロ付きとか変えられるとは思う。さっき聞いた話だと。そうだね。リブにはコンロ付きのシンクが入ってたね。入ってた。この下には電子レンジがここにある。この電子レンジを使うにはこの座席を前に出さないと使えないね。前に出した方が使いやすい。まあ、ちょっとこの状態でも使えなくもないけど。使えなくもない。あ、トフィーじゃない。別に何でもいいんだろうけど。使えれば何でもいいけど。多分お客さんの好みでなんか変えられる気がするけど、電子レンジサイズさえ合えば。待って、ここにシンクがあるってことは給排水がこの下にあると思うんだけど。あ、そうだね。これはここか、もしかしてどうやって開けんだと思ったら横開きでスライドだった。意外すぎるこれ。ここからやるんだ。ちょっとこれは給水も排水もそこにある。これはね、正直結構取り出しづらい。辛いと思う。
なぜかというと、俺らの車もそうだったから、同じようなところについてたもんね。しかもこの場合さ、この椅子自体が完全にどかせないからなかなか大変かもね。ホースをここに直接ぶち込んだりした方がいいかも、やるなら、この給排水の補給排水の処理の時にね。そうだね。テーブル外してみようかな。これ多分押して、これはちゃぶ台バージョンはない。多分なんない。これ長さは調節できなさそうげ。でもこのテーブルのレールがさ、後ろまであるからなんかこっち側にもつけれそうだね、やろうと思えば。確かに。これを前後反転させる。そうそうそう、これ反転術式が使えるんじゃないかなと思いまして、ここがこう上がり、これそれがパターンでなる。パターンとなり、そうすると。これでそしたらここにやるんだよ。このモードもできるんだ。ほら確かにスーパーロングだったら、運転席助手席がなくてもこの状態で2人で横並びになってこれっていうできるね。そしたらまあ3人でくつろげる感じになるね。4人目はまあここのシートになるけど、4人目はちょっとかわいそうな感じです。ちょっと虐げられてる。1人だけここでちなみにこれ6人乗車っていうことなんで、そっか。ここもね、後ろにもね2個あるんだよ。シートベルト付きだね。そう12345すごすぎる。で5人就寝、6人乗車の5人就寝。やっぱハイルーフは広いね。ハイルーフのスーパーロング、そしてさらに上も拡張されてるっていうのでキャラバン以上の広さがあるねこれ。でもこんなでかいのに乗ってたんだって思うと結構ビビるよね。いやビビる。なんか私さ、今大きい車にいきなり乗ってちゃんと運転できるのかなって思う。結構昔のことのように感じる。キャラバン乗ってた。ここにスイッチパネルがまとまってる感じやね。多分ここが大元の電源で、あとバッテリーのモニター。この後ろの右半分が座席ってのは新しいね。こんな感じで大家族用のキャンピングカーだねこれ完全に。それとかグループ旅をしたいとかね。ハイエースベースのバンコンで6人乗りってなかなかない気がする。あんまり見たことないね。なんかさ、よくこの手のバンコンだとさ、こっちかこっちかはさ絶対上に収納あるじゃん。それがないのが結構面白いなと思って。確かに。その分多分収納を減らしといてスペースを最大限にしてる感じがする、このキャンピングカーは。普通だってここにさあるじゃん。あるある。いろんな収納がガチャガチャいっぱいあるけど、それもう多分思い切って取ってんだろうね。で収納で言うとかなり少ないよこのキャンピングカーは。こことあとこの珍しい収納。でその下もそんなないっしょ。違うし。1個あるとしたらベッドの下、この座席の下に引き出しがあるのと、この後ろはなんかマルチスペースみたいになってるの。なんかここにトイレを置いたりできますよっていうのをページ見た。俺らだったら濡れ物置とか趣味道具とか釣り竿とかサーフボードはここに置きたいなって感じ。なんか使った後のウェットとかここに放り込んだら楽だなと思ったりした。まあもちろんポータブルトイレも使う時ここでやってもいいし。ちょっとここさ区切られてる感じになってるもんね。ここになんかね、仕切りができるんだ。スライドされた半個室みたいな感じになるわけだ。トイレを想定されてると思う。されてるね。トイレとかなんか着替えとかもう着替えとか車内の車の中でも仕切りたい時とかね、着替えとか。これは面白い。また普通に6人でこれでどっか遠出しようぜって時に、まあ一旦はここもベッドも収納にしたりするかな。服とか。でベッド展開した時に寝る時は物をどっか移動して寝るみたいな、そういうイメージ。6人分のバッグとか相当な量になるからね。なるな。このベッド見てみる？いやこれベッドでしょ。この一番の特徴はリブの2段ベッドをそのまま継承してる感じの、どっちが大元かは分かんないけど同じ感じだね。でもなんかやっぱりこの上が高い分余裕が感じられる。こう寝た時に多分頭逆にした方が高いよ天井。だいぶね上に空間上も広いしね。
下がねさっきのリブより圧倒的に高さが出てる。うんうん。じゃあ展開やってみるよ。なんかねここに取っ手になるような穴が開いてて。その穴なんだろうと思ったけど多分手突っ込むようだろうね。うん、引き出しやすいようになってる。ここがレールになってるからスーッとこう行くんですよ。こっちもスーッと引き出して。あれ下の柱はないの？下の柱はないな。あ、これはないんだ。あ、柱じゃなくてもうここに土台がついててここに乗せちゃう感じだ。で上はこれ2人寝れると、2人分の就寝スペースで、下にもそのクッションを置けば2人分スペースができるね。上2人下2人で4人分の就寝スペースができた。寝てみます。リブと全然違うよ。だいぶ余裕を感じる。あ、全然違うね。確かに、ハイルーフのさらにハイルーフだからあるもんね。うん、この分が上がってるってことよね。全然居住性が違うんだよね。あ、しかもなんか今気づいたけどここにもねなんか間接照明が施されてる。なんかこの下がまたね秘密基地感があって結構いいよね。ちっちゃい子供だったら余裕で座れるね。余裕だと思う。おそこにもライトがあるよ。あそこにもついてんだ。うん。リブの進化版だね。進化版だなこれ。あれだね。ここの高さキャブコンのバンクベッドぐらいのイメージだね。ああそうかも。60センチぐらいかな高さ、もうそう考えたら全然いいね。自前のなんかマットをプラスしてもうちょっと寝心地をそうだね、上げてもいいかもしれません。大人2人ギリって感じかな。うん。まあ多分逆にした方がいいけど。あ、そうだね。でベッドはもう一段階進化できるんだよ。うん、今これ4人分だけど5人就寝だからもう1人分作れんだよ、就寝スペースを。あ、外れる。あ、うん、多分こう、あ、いったいった。おお、ほぼできたじゃんすでに。できたよもうすでに。で多分ねちっちゃい人とか子供だったらここですでに寝れるんだよ。うんうん。ででっかい人だとその椅子をね後ろにスライドさせてつなげちゃうっていう。あ、つながんのかなこれ。下上で、あ、結構くるね。はい。お、収まる。お、収まったで最後もうちょっと前にピュッてやったらピタッとついた。あこれちょっとだんだんってなってるけど一応ここで1人分できたね。できた。これで5人就寝だ。これがベッドの完全体完成。こいつの調整は慣れが必要。この倒したりスライドさせたりね、どこまで近づけるかとか。相当身長高い人も寝れちゃうここだったら確かに多分2メートルぐらいある。こっち4人寝れるでしょ、2段ベッドでは。まあ、4人っつっても4人結構ギチギチだけどね、大人2人並んだら、まあ、理想は上1人下1人ここで1人って感じ。ほんでグルちゃんはまあこことかこことかで寝れるから、ここのスペースはグルちゃんでもいい。グルちゃん一緒に寝てもいい。まあ一緒でもいいしどこでもいいや。グルちゃんはもう自由だから。でも私の一番の願いはグルちゃんがここに来てくれて私らがここ2人座って運転するときね。そう移動するっていうのがね、移動するときはグルちゃん絶対こっちにいてほしい。希望だけど。希望だけどそれはグルちゃんが決めることだ。決めることだね。関係ないけどエブリちょっとかっこいいよね。かっこいい。ちょっと良くなってる。ラダーとかつけてる。ラダーの色黒にしたからちょっとかっこいい。後ろを開けましょう。これがさっきの裏側。マルチスペースの部分だ。マルチスペースね。これ面白いよね。なんかさ、洗濯機置く場所みたいじゃない？洗濯機置き場これだって排水の穴開けられるような感じになってるもんね。ワンチャンシャワー作れるよ下まで排水タンクつなげれば、まあでもね俺が立った感じだと頭にもついちゃうぐらいだから立って使うスペースとしては結構厳しい。だからまあ座ってトイレとかじゃない、物置とかで、ここには後ろから使える収納スペースになってるね。ファイヤーハウスが布でくるまれてます。本当だね。あれなんだろう、これなんだろう、このダクト。これエアコンの室外機ここについてるわ。じゃあエアコンのダクトでダクトが来てんだね。でこの辺はがっつり断熱されてる。この辺
うどんみたいなんだよ。ちょっと汁をこう一ついいや。給油が完了したということで、全飲みしてるじゃん。マジクソうまかった。名店です。甲州飯店。味付けがすごい優しかった。優しかった。パッと見二郎系に見えたけど、そんなことなかった。そうで、私餃子がうますぎた。餃子もすごかった。そして汁がうますぎて全飲みした。あれだけね、汁全飲みやめるって言ってたのにね。加藤ウォーターに来たら絶対ここだな。